おだすこんちこんばんは、ポテトです。今日もデータ向きやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、若干精度高い最高の差を検証してみようやっていきたいなと思います。以前ですね、頻度についてはねやってきたんですけども、今回はこの精度についてやっていきたいなと思います。そんなにね差があんのかみたいなところですね。で、どのくらい下がってんのかみたいなのをね、雰囲気でもつかめれば良いかなと思います。検証方法ですね。検証方法は iPhone にね、動きを記憶させて検証していきたいなと思います。30本程度ずつね、やっていきたいなと思います。同じ選手で逆足精度が違う選手を持ってきました。ちょっとネイマールですね。このネイマールとこのネイマール、こっちのネイマール誰でもよかったんですけど、こんな感じですね。決定力とキック力合わせてきました。あとはこれをね、両方とも左足でシュートを打っていきたいなと思います。そこに加えてですね、一応左利きの選手も持ってきました。身長同じでキック力と決定力もね、同じにしてきました。まずはですね、左利きの左からね見ていきましょう。決定力今回80にしてますから、それなりにね決めてくれるんじゃないかな。で、あとキック力も75になってます。ネイマールに合わせているんでね、以前の検証よりはすごくいい感じになるかなって気はするんですけど、はい、見ていただきました。普通にいいシュート多かったですよね。結果こんな感じ。はい、ということで、前回の右足とはね、ちょっと別物と思ってほしい部分はあるんですけど、というのも iPhone に動きを記憶させるときにですね、EFT の画面見れないんで、僕の感覚で動きで記憶させちゃってるんで、ちょっと似てる動きではあるんですけど、若干条件は違うよということを踏まえた上でですね、これがじゃあ逆足になるとどうなのか見ていきましょう。はい、ネイマールですね。逆足精度高いのネイマールになっていきます。これ無料配布でね、もらえてるものかなと思うんですけど、でも案外ミートはいけてんのかな。はい、見ていただきました。ちゃんとミートはできてる感じありますよね。ミスキックらしいミスキックっていうよりはって感じですね。ホームランっぽいのはなくはなかったですけどね。結果こんな感じ。はい、ということで枠外はあんまり変わんなかったですかね。思ったより変わんなかったというよりは、ゴールキーパーのとこめちゃめちゃ増えましたね。結構正面とかに近いようなシュートは多かったかなって感じがしました。じゃあこれがですね、逆足精度最高になるとどうなるのか、ちょっと気になるところですけど、見ていきましょう。はい、こっからですね、逆足精度最高のネイマールですね。どうなんだろう、最高使うときは安心感はねやっぱありますけどね。でもこう見るといいシュートも結構ありますね。はい、見ていただきました。ゴールはすごく多かったのかなっていうのは分かりましたね。ただね、孵化しちゃうこともねちょっと多少ありましたね。高いと同じような孵化し方というかね、ものすごくホームランって感じじゃないけど、そういったものもあったのかなっていう印象ありました。結果こうなりました。はい、ということでですね、得点率自体は利き足に迫ってる感じはしましたよね。ただ枠外はね思ったより多かったかな。ただその分ですね、ゴールキーパーの率は低かったかなっていうので、一概にねここだけで評価していいとは言えないんですけどね。で、ちょっとここ見てほしいのがあって、最高でもですねパワーゲージがやっぱ8割ぐらいになっちゃうとですね、ちょっとね孵化し気味、ホームランまでいかないけど孵化し気味なところはあったのかなっていう感じしました。で、高いと比べてみるとですね、どちらも抑えきれてないのかな、どっちの方がいいっていうのは正直言い切れないかなっていう感じがしましたね。ただそういったものをもろもろ見てですね、ゴールキーパーに届かないところを狙えているのが最高、逆足精度最高なのかもしれないですかね。はい、というところを踏まえてですね、今日はちょっともう結論です。逆足精度最高高いの差は決定力でいうと5以下くらいっぽいとします。ちょっと不確定な言葉多いんですけど、正直ねあまり確信がないっていうのはあるんですよね。ちょっとね微妙な感じではあったんですよね。ただ前回の決定力のね検証から言うと5以内くらいの差なのかなと思いました。むしろもうちょっと少ないかもしれないですね。ただ逆に言えばそれ以上はないかなっていう感じはしました。逆足精度最高ってやっぱ安心感ありますけど、それがこの差なのかもしれないですかね。
で最高でも正直遜色はないんですけど、利き足より劣ってるのかな、なんかそんな気はしましたよね。ただですね、今回ネイマールがですねボルコンとか他の数値高すぎるんで、そうするとですねちょっと余計な疑惑浮上しちゃうので、あれがいけないんじゃないかとか、なのでもうちょっと分かりやすい選手たちで比べたいなと思いますが、今回はごめんなさい時間がないので次回やっていきたいんですが、そのあたりの検証もですね期待して待っていただける方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、こっからねちょっと雑談になっていきます。思ったより高いもミートできてましたよね。だから高いでも全然いいのかなって気はしましたね。ただその高いでミスった時にね、最高だったらなみたいなねいうねこう思ってしまうのが人間のね差がなのでそのあたりはねまた次回以降また詳しく調べていきたいなと思います。かつてゴールキーパーの時にですね、逆足左足でクリアしようとしてねめちゃめちゃミスってわけわかんないクリアボールになって敵にそのまま決められたっていうのをちょっと思い出しましたね。皆さんの逆足にまつわるエピソードあればまた教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回ね逆足制度やってきました。最高でもちょっと劣ってんのかな、ちょっとそこの辺はまた次回以降にやりたいなと思いますが、何か素朴な疑問とかあればねまた教えてください。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。